印良品で最近お買い物をしたものたちをご紹介していこうと思います。ついこの間フィンランドからまた日本のこの畳のお部屋に戻ってきたということで、私にとっては新たにまた新生活が始まるという感じなので、その新生活を始める上で新たに買い足したものだったり、新しく見つけてこれはと思ってゲットしたものだったりをご紹介していければなと思っています。じゃあまずインテリアとか収納系からご紹介していければなと思います。まずじゃあ一番こちらグレーのこれが梱包用バンド手編みバスケットのショーです。これはベトナムの暮らしに学びました。丈夫で水気にも強い梱包用バンドを手編みしましたということで、手編みで作られたバスケットになります。これが私はリンゴ箱を棚として和室のお部屋で使ってるんですけど、リンゴ箱の中に置いてある小物たちを整理するのに使いたいなと思って探していて見つけました。結構お家が和風なお部屋なので、できれば木の天然っぽい素材のものを集めたいなと思って集めてたんですけど、結構そういう素材だと割とやっぱり劣化しやすかったり、お手入れが大変だったり、特にカゴとか1年フィンランドにいて戻ってきてカゴを触ってみたらちょっとなんていうの、ほこりっぽくっていうかベタついていたりして、これはお手入れが難しいんだなということを悟ったので、ちょっと今回はこういうビニール生地のお手入れしやすそうなものをちょっとゲットしてみました。で結構しなるので、その場所の形に合わせて変形してくれるのもいいなと思っています。他にも色が水色とか黄色があってすごい可愛かったので、ぜひぜひチェックしてみてください。お風呂場とか水気のある場所にも使えそうだななんて思いました。タオルとか入れてもいいですよね。大きさも大中小かな。これが一番多分小さいのかなと思うんですけど、これよりもうちょっと一回り大きいものも二回り大きいものとかあったので、水気に強い収納ボックスだったりカゴお探しの方、ぜひぜひチェックしてみてください。で次、こちらのトタンボックスショーです。これ私今ここの押し入れの中に救急ボックスとかとして大きいものを使ってるんですけど、これもそのリンゴ箱の中に置いてある紙物たちを整理したいなと思ってこれを選びました。このまずトタンの質感が私はとっても好きで、これもお手入れしやすいというか劣化しにくくて長持ちしてくれるかなと思ったし、もしここからまた引っ越すことがあってもどんなお部屋にも馴染んでくれるなと思ってこれを選びました。中はこんな感じで蓋が開けられて、私は使ってないんですけど、ここにネームカード付属の紙をここに挟んでラベリングもできるようになっています。インテリア小物関連でいうとこちらのスリッパです。これはいぐさのスリッパ前開きチャコールグレーの L です。こんな感じで靴底足底がいぐさになっていて、素足で履いても畳の上を歩いてるみたいな感じで気持ちがいいし、これフィンランドでもまるっきり同じものを使って畳を感じていました。で1年使ってても全然へこたれないし、なんか匂いもそんなにつかない印象があってすごくいいなと思っていたので、引き続きこちらをゲットしました。ここの部屋は畳なんですけど、ここを抜けるともう全部フローリングなので、そっち側で使おうかなと思っております。夏の季節とかちょうどいいですよね。なんかバブーシュ、すごい可愛い端材を使ったバブーシュが置いてあって、色とかもすごく可愛かったんですけど、やっぱり布物ってどうしても汗を吸収しやすかったり乾きにくかったりとかするかなと思って、今回も同じこれを選びました。ライブさもあったんですけど、それとの違いがちょっと分からず、でもいぐさがいいなと思ってこちらをゲットしました。こちらがインテリアフレグランスオイルの詰め替え用ハーバルです。
私はずっと無印良品のインテリアフレグランスオイルを置いていたんですけど、最近ウッディだったりいろいろ試していたんですが、この間無印に行って嗅いだらハーバルが本当にいい香りで、なんて言うんだろう、ただフローラルとかハーブっぽい香りじゃなくって本当に野草っぽい野の花の香りがして、野生の香りがして、それがすごくいいなと思ってゲットしました。いい香り。これのグリーンだったかな。それも本当に野草の緑がいっぱいあるところをこう歩いてる時の香りがして、グリーンともすごい迷ったんですけど、ちょっとこうハーブの香りというかお花の香りがあって明るい気持ちになれる。これがなんだかこれからの梅雨の時期にいいなと思って今回はハーバルにしました。で、ずっと使ってた下の瓶をこの間間違って捨ててしまって、茶色い瓶を。なので今回は自分の持ってる花瓶にこれを入れて、で無印のウッドスティックを刺そうかなと思っています。多分どんな瓶でもいいのかなと思うので、ちょっとそれで試してみたいと思います。もしかしたらあれですかね、色とか茶色い色がいいのかな。本当はちょっと探してみて、多分ないと思うので透明のガラス瓶になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと自己責任で物は試しでお気に入りの花瓶に入れてみたいなと思っております。じゃあお次、食品系に行こうと思います。今回やっとせいろをゲットしました。これが竹材せいろの小ですね。蓋と本体が別売りになっておりまして、これがせいろの蓋小サイズ、こっちがせいろの本体深型ですと、あと今回は一応ちょっと鍋に合うかわからなかったので、アルミのせいろ用受け台をゲットしました。これがあるとどんな鍋とかフライパンにもガッシャンコ乗せられるし、こうせいろが焦げついたりするのも防げるっていうことだったので、この3セットをゲットしました。フィンランドにいる時もせいろが欲しくてたまらなかったんですけど、ちょっと手が出ず、やっぱり日本に持って帰れないしなとか思ったら日本で買いたいなとずっと思っていたので、念願ゲットできました。これせいろがあるだけで本当パンとかもむっちり仕上がるし、野菜とか食材入れるだけで本当に美味しいプレートご飯が出来上がるっていうことで、ちょっとそれを楽しみにゲットしました。フィンランドで少し一回り大きくなってしまったので日本でちょっと健康的な生活を心がけて健やかな体に戻したいと思います。お次にご紹介するのが、蓋をしたままレンジで使える耐熱ガラス容器小鉢型大とソーダガラス重しです。自分では買うかどうか迷っているのですが、実家に帰省した時に母が買っていてとても良さそうだったので、こちらもご紹介。肉厚で丈夫なガラスの容器と重しを組み合わせてちょこっと簡単に浅漬けを作るのもよし、保存していた作り置きをチンしてそのまま食卓に出すのもよし、こんな感じでピクルスをつけてもよし、何より清涼感のあるガラスは透ける食材を目で見るだけでも涼やかで綺麗です。お食事系で、あと次ここにあるのが盛岡冷麺です。これはちーちゃんの大好物で私も大好きなんですけど、本当にコシもしっかりした麺と、あとスープも絶妙で食べやすいですし、食欲のない暑い日とかにもツルツルっと食べれるので、結構何度も買って食べています。簡単にできるのもいいですよね。今年の夏はこれに何度かお世話になるかなと思っております。盛岡冷麺食べに盛岡に行きたい。で、お次がこれがデミグラスソースの欧風ビーフカレーです。これ前もご紹介したと思うんですけど、本当に美味しくて、多分これだったと思うんですけど、インドとかネパール系のスパイスカレーよりもこう日本人
が好むような欧風のビーフカレーで、ちょっとコクのある感じでも食材が赤ワインとかバナナとかデーツとかシナモンとかクローブとかそういうスパイスとかもたくさん入っていて、日本人に合う欧風ビーフカレーだけど、その中にちょっとなんて言うんだろう、スパイス感だったりとかコクのある感じだったりとか、一筋縄じゃないカレーの味がするやつです。これも私もちーちゃんもとっても気に入っていて大好きなので、買い足しでゲットしました。食べるの楽しみです。最後はちょっとケア用品系とか美容系をご紹介しようと思います。これが皆さんご存知の人気商品、お休み前の薬用重炭酸タブレット21錠入り7回分です。これを入れると本当にリラックスができてスッと眠りに落ちれるということで、多分フィンランドに行く前はもう人気で全然手に入らなくって、お試し用の1回分入りとかしか試せていなかったので、ちょっと今回たくさん置いてあったので一つゲットしてみました。使うのがすごい楽しみです。で、ちょっと今ここにはないんですけど、美容部門の一品としてここに出せるかな、こちらのヘアコームですね。無印良品で売ってるブナ材のヘアコームは、私が以前からずっと使ってる四角い形のものなんですけど、今回私がゲットしたのはローソンと無印良品のコラボ商品なのかな、ローソンに置いてある無印良品のグッズとしてしか買えなくって、無印良品には置いてないものなんですけど、この形がちょっとこうくぼんでいて、そのコーム自体をこうカッサみたいに使えるヘアコームになっています。今まで使ってた四角いヘアコームでも結構そんな感じで私は使っていたので、このカーブはもっといい感じに流せる、リンパを流せるんじゃないかと思って今回ゲットしました。割といろんなローソンの店舗を覗いたんですけど、なかなか見つけられず、やっと見つけることができたのでとっても嬉しいです。ちょっと使い心地とか使ってみて、今まで使っていったものと比べていけたらなと思います。で、結構形もコンパクトなので、いつも持ってる必需品ポーチとかちっちゃめのポーチの中にもこうスッと忍ばせられるので、それもすごく気に入りポイントの一つです。で、最後が薬用リンクルブライトクリームマスクです。ちょっと開けてみますね。こんな感じになっておりまして、中もこんな感じで結構こっくりとしたテクスチャーなんですけど、いい香り、匂いもいいですよね。この無印良品のスキンケアシリーズは、前はエイジングケアのクリームを使ってたんですけど、ちょっと今回変えてみて、メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぎ、シワを改善する天然成分 100% にこだわった薬用スキンケアシリーズです。有効成分としてナイアシンアミド、主成分として肌にハリと潤いを与える米ぬか発酵液をたっぷり配合しましたということで、ちょっとシミそばかすが若干気になってきたので、これに変えてみました。いつも私はお風呂上がったらラベンダーウォーターをシューってして、その後パックをして最後に乳液みたいなやつを塗るようにしてるんですけど、その乳液部門としてちょっとこの子を使っていきたいなと思います。結構伸びもいいので、入っている量少なく感じるんですけど、80g 少なく感じるんですけど、結構持つんですよ。なので値段の割に効果もあって香りもいいし使いやすいし、結構長持ちするので私は重宝するんじゃないかなと思っております。はい、というような感じで無印良品の最近の購入品のご紹介でした。きっと新生活が始まって、その環境にも慣れて、だんだんと慣れてきて、暮らしているお部屋の中でこういうものがあったらもうちょっと楽しくなるかなとか、もうちょっと便利になるかなとか、そういう新生活のアイテムの参考になればいいなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。